どうも皆さんこんにちは。ロックンクローラーズです。週刊 RC クローラーならぬ、月刊 RC クローラーとなっておりますけれども、今回もねやっていこうと思います。春ですね。4月ですね。もうそろそろね、4月といえばですね、2020年4月コロナがね始まった頃、僕はこのブログを始めました。このねクローラーラジコンを始めてみたいというこの記事がですね、このブログYouTube 活動のきっかけになったこのブログのですね、初っ端の記事でした。ここからですね、自分の、記録のために調べたことをね忘れないようにするために、いろんなね記事をアップしていきました。これがね今やねライフワークとなって、ラジコンが好きなのかブログ活動が好きなのか分かんないような状態になってますが、こんな感じでですね今後からもやっていければいいなと思ってますので、皆さんお付き合いいただければと思います。ということでね、今月はね何があったかというのでちょっとやっていこうと思いますが、実はねこの動画ね2回目の撮影なんです。ちょっとマイクの設定をミスってですね35分ぐらい喋ったんですけれども、すげえこもっちゃってね、使えないんで今再録をしております。なんで、35分もちょっと喋る気力がないので短くなるかもしれません。一発目はねこちらロッシの、LMT のね18分の1スケールのモンスタートラックですね。モンスタートラックといえばやっぱロッシの LMT 一択なんじゃないですかね今ね。これメガロドンってことで、これ実写のね、こういうものもね、アメリカの競技で、モンスタージャムでは走ってるんですが、これのね、ライセンスボディを取得している18分の1スケールのモンスタートラックです。シャーシもね、LMT の本当スモール版っていう感じで本格的ですよね。タミヤとかね、その他のモンスタートラックもね、もちろんね、楽しいと思います。ですがですね、やっぱ本場のこのモンスタートラックってね、ぶつけて回転させて、そういうジャンプさせてっていうね、そういう遊び方を基本としているので、非常に頑丈な作りでね、いいんじゃないでしょうか。ただね、このサイズなんで重さもそれほど大きくはないですし、走りもね、結構ねちょこまかしてると思うんで、やっぱ10分の1かな欲しいのは、でも入門用としては面白いかもしれないですね。あとですね、先日ねこのシピトゥの記事をちょっとこれ書いたんですよ。アキシャルのねキラモン買おうとしたらですね、やっぱ関税とかなんとかとかもあるんですけれども、付属しているねプロポがねスペクトラム社製のやつで、これ実は海外発送できませんっていうね、ノースアメリカ以外には発送しませんっていうですねものがあって、海外通販で買えないっていうことがあったんですね。それでね、転送サービスを利用したらいいんじゃないかってことでね、昔もねこの記事書いたんですけれども、シピトゥのね使い方みたいな簡単なね、僕使ったことないんですけども、有料プランに入ると実はね免税になるオレゴン州の倉庫が使えるとか、そういう裏技もあったりとかしてですね、その辺ちょっと書いているんで、ちょっとね参考にしてみてください。あとね、チームアソシエイテッドの12分の1スケールクローラー CR12、これがリリースされたってことでですね紹介しています。チームアソシエイテッドっていうとね、エレメント RC の、親会社、親ブランドですけれども、親ブランドっていうと変か、アソシエイテッドエレクトロニクスというブランドのメーカーのブランドがチームアソシエイテッドであり、クローラーがエレメントなんですけれども、実はねアソシ部門で結構前からね CR12 って出てました。エレメント誕生以前ですね。でこれが未だにですね新製品が出てる。で実はエレメントのシャーシとかも、これが割とベースになってたりするんで、結構貴重な見過ごせないマシンだと僕は思ってますが、12分の1スケール結構微妙なサイズなんでね、実はエレメントのねエンデューロ12っていうのもあるんですが、それとほぼ姉妹マシンみたいな感じかな。機会があったらねいじってみたいですけれども、12分の1ってね、微妙なサイズなんでやっぱ10分の1ですよね。あとこれは僕ネタなんですけれども、いろいろね気持ちを奮い立たせるという意味でですね、しばらくね何もいじっていなかったねこのディスプレイ、棚をちょっと整理したりとかですね、倉庫にね入っていたですね、これですね、
この箱、組み立て状態のボディキットとかね、このキットですね。これを出してですね、今年中になんとかね、いくつかは完成させようっていうね、意味でちょっとブログをアップしております。僕的にはまずフェニックスですね。それからキラーボディの LC70。これはやっぱりやっつけなきゃなって思ってます。で、さっきもね、スペクトラムのプロポの話出ましたけれど、やっぱスペクトラムってね、使ってみたいんですよね。日本でね、技的取得して販売されるってことは、まずないメーカーなので、アメリカのメーカーですけれども、ホライゾン参加ですね。やっぱね、憧れちゃいますよね。で、フランシスさんがですね、こんな風に紹介しているんですけれども、ちょっと面白かったので、ブログで紹介しています。スペクトラムのね、ハイエンドプロポですね、陸用のハイエンド、こういうですね、大きなディスプレイが搭載されているんですけれども、これの特徴は、これ分かりますかね。Android OS が搭載されてるんです。なんで、Chrome とかですね、Gmail とか、こういうのが、アプリがですね、自分でね、ダウンロードしたりできるんですよ。YouTube も見れたりするらしいです。YouTube 見る必要はないとは思うんですけれども、ポイントとしてはですね、キャッスルとかね、ホビーウィングとかね、ESC をスマホアプリでコントロールできるやつあるじゃないですか。あれをですね、プロポで操作できるっていう、その辺は結構便利になるんじゃないかなという意味で、結構ね、注目していますが、日本でね、使えることはないと思うので、使えるようになることはないと思うんでね、あくまでもね、参考にしています。日本のプロポメーカーもね、このぐらいなんかね、思い切ったね、攻め込んだ製品作れないんですかね。作らないのかな。でね、FMS のね、FCX18 ですね、これにハマー EV ピックアップっていうのがね、去年ぐらいかな、なんかで登場してたんですよ。で、見たことはあったんです。動画とか写真で。でもブログ活動休眠してた時だったんで、スルーしてたんですけれども、最近ちょっとね、また見かけて気になったんで記事にしてます。これね、結構かっこよくないですか？なんか初め見た時はなんか微妙だなと思ったんですけど、現代のね、新車でこういうスタイルのボディ搭載したマシンというか実車ってあんまないですよね。みんなね、クローラーのスケールボディにならないような SUV ばっかなんで、これ結構ね、なんか今後 TRX4 とかでハマー EV ピックアップこれ出てきたらね、結構面白いかな。なんかそんな気がしてちょっとシェアしております。あと値上げの話ですね。僕がブログ始めてから5年ですけれども、値上げの情報はたびたびやってます。値下げしたっていう情報はほとんどないですよね。トランプ、関税関係ですね。これはね、今回のはもう確実に関税の影響で、値上げが行われるということです。結局ね、何でもかんでもそうですけれども、メーカーはアメリカでもね、製造は中国ですからね、台湾とかね、そこからですね、アメリカ本土に入ってくるときに関税がかかるわけで、値上げは仕方ないのかなという感じがします。今のところね、アキシャルとかレッドキャットあたりが実施しているみたいですね。あと、ちょっと気になったね、この WL トイズのね、3万円弱で買える10分の1スケールのね、このブロンコ風、RTR ですね。これ見た目からすると、なんかね、この辺の赤いホイールリングとかね、ビードロックリングとかをつけてくるとこいかにも中国なんですけれども、そこは許したとして、この価格でですね、これ結構安いと思います。TRX4 クローンっぽいんですけれども、このバッテリートレイとかね、ESC とかね、このモーターとか廉価版使ってるのかなって気はしますが、ウィンチついてたりとかしてね、なかなかちゃんとした作りだと思います。これ MN モデルとかあの辺のおもちゃっぽいシャーシではなくて、ホビーグレードのシャーシに安いメカがついてるんで、この辺はね、取り替えればね、結構化けるんじゃないかなっていう気はしますね。ボディもね、これいいですしね。プロポはね、僕前 WL トイズのバギー遊んだ時、本当にクソだったんで、使ってませんが、これもね、受信機変えれば、プロポ変えてね、遊べるんじゃないかな。これのプロポがクソかは分かんないですけどね。僕が使ったことある WL トイズのこの同型のプロポはクソでした。結構ね、プロモーションやってるみたいでね、いろんな日本の方もね、レビューしてるみたいですね。導入編には悪くないかな。コス
100% 有志だったら悪くないんじゃないでしょうか。で、これね、これは期待ってことで書いてますけれども、おそらく2025年の RC クローラーメカシーンにおいて、これが一番大きなニュースかなと思います、僕的には。まだね、出てないかな、多分。ホームズホビーの2インワンモーターですね。2インワンのブラシレスモーターです。クローラー用です。ホームズホビーはね、クローラー用のモーターメーカーですよね。もう世界中から支持されている、もう間違いなくトップの、モーターメーカーで ESC も作っています。そこのね、ホームズホビーがですね、なんと AM32 のツインワンモーターですね。AM32 っていうのは、フリーのね、オープンソースのファームウェアを使ったクローラー用のね、ESC なんですけれども、ベースはドローン系の ESC がベースになってます。それをね、ファームウェアを書き換えて、クローラーに特化したね、低速、主にですね、コンペクローラーとかにおける、低速走行とか、トルク重視の、そういった ESC が M32 なんですけれども、その ESC を搭載したツインワンモーターっていうのは、もう世界初ですね、確実に。ホビーウィングとかのね、FOC、フュージョンとかはありますけれども、ツインワン。この、LCG とかね、その辺の、マシンに特化したツインワンモーター。しかもこれブラシレスですしね、ブラシレスですし、アウトランナーじゃないですけどね、540サイズのスタビーなんで、ちょっとちっちゃめのね、ものです。これに一つになったツインワンモーター ESC ということでね、これはね、間違いなくヒットすると思います。一応2年ぐらい開発してるそうです。やっぱ熱問題がね、あるんでね、ぶっ壊れないように、何年もね、かけて改良、開発してきたみたいですね。これは楽しみですが、値段がちょっとわかんないですね、まだ。あと、ここからちょっとサクサクいきますが、ロッシのね、こんな10分の1スケールじゃなくて8分の1の LMT。こんな、ごめん、そうだね。ロッシは10分の1の LMT はないんだ。8分の1なんだ。こんなのも、実はボディあるんですよっていうのも紹介したりとかですね、リーフスがですね、タイヤ出してますね、最近ね。リーフスはですね、サーボメーカーですよね、もともとはね。で、サーボだけ前は出してたんですけれども、そのうちですね、いろんなパーツを出すようになって、ギアボックスとかですね、そういうものも出してきました。ウエイトとかね。で、タイヤも出してきました。これ僕の予想では今後ですね、シャーシとかもきっと出していくんじゃないかな。それでおそらく2、3年後とかに RTR とかビルダーズキットとかその辺のね、展開とかして RC メーカーになろうとしてんじゃないかなって気はします。リーフスはね、やっぱりかっこいいメーカーですしね、支持は高いんで、それ成功するんじゃないかなと思います。バンキッシュね、バンキッシュの VS410 のビルダーズキット、ポータルアクセル版が出ましたね。これね、この記事でも書いてますけれども、VRD のね、ビルダーズキット、これカーボンのやつね。それと VS410 のストレートアクセルのね、ビルダーズキットは、去年出てます。で、今回はポータルアクセル版です。アクセルがポータルになっただけか、というとそんなことではなくてですね、ウエイトがね、追加されていたりとかするんですけれども、実はこれ、値段がですね、ストレート版は299ドル99なのに対して、ポータル版は399ドル99、100ドル高いんですよ。なんで100ドル高いのっていうと、さっきも言ったウエイトがついてるとかもあるんですけれども、各種ですね、パーツがやっぱアップグレードされてるんですよね。ビルダーズキットってそういうもんですけどね。これ VFD のツイントランスミッションになってます。ストレートアクセルはね VFD トランスミッションなんですけれども、ツイントランスミッションになっていて、ツインって何が違うのかっていうと、ここですね、ここで、ディグのね、ディグじゃない、オーバードライブのね、率を変えたりとかができるようになってます。で、この辺のパーツ、これもですね、従来なら、オプションで結構かなりする金額のものが初めからついてるんですね。そういう意味で100ドル高くなっているということなんで、ビルダーズキットに400ドルはちょっと高いなって正直思うんですが、バンキッシュ好きだったらですね、アフターでああいうパーツ買いたくなるんで、初めからね、ついてんだったら、ありなんじゃないですかね。そんな気はします。で、3D プリンターね、お持ちの方は、皆さんね、買ったことあるかもしれませんが、ナイトカスタムズのですね、3D プリンター用データの販売しているホームページがリニューアルしました。
もともとはですね、シェイプ A とかでですね、3D プリントされたものをですね、売ってたりはしたんですよ。で、データ販売もマイミニファクトリーとかで売ってたんですけれども、実はシェイプ A がね、破綻したんですね。で、今でもやってるんですけど、一般コンシューマー向けの、販売はしてなくてですね、完全にですね、ナイトカスタムはですね、データ販売に移行してます。で、ホームページもリニューアルしました。で、いろんなデータを買って自分家で3D プリンター使ってね、プリントするっていうような感じになってるんですけれども、特徴はですね、サブスクリプションというのがあります。1ヶ月4ドルとか9ドル、5ドル、10ドルありますけれども、30ドルなんていうのがあります。これ結構お得で、5ドルの、月5ドルのね、プランに申し込むと、10クレジット、10ドル分の、中で使えるですね、ポイントが貯まります。なんで、5ドル払って10ドルなんで、実質5ドル分お得になるんですよね。で、9ドル、10ドルだと20クレジット、倍ですよね。で、なんと商用ライセンスっていうのもあって、30ドル払うとですね、5000円、50ドル分で、しかもですね、商用ライセンスはですね、印刷したものを販売できるっていうメリットもあります。で、これいつでも解約できるんでね、結構これはお得な、ニッチな世界なんでね、こういうことしないとなかなかお金集まらないのかもしれないですね。僕もね、新しい 3D プリンター、ちょっとね、そろそろ買いたいなとか思ってるんですけれども、またね、導入したらね、ちょっと利用してみたいなと思います。フライスカイのね、11ちゃんプロポっていうのも、これも出ましたね。双葉もね、6ちゃんだっけ、プロポ出しましたけれども、海外はね、より多チャンネル化してますよね。11ちゃんも必要ないですけどね、ぶっちゃけね。これ陸用ですからね。で、これすげえハイエンドプロポっぽく見えるんですけれども、実はこれね、1万6000円ぐらいで中国のタオバーで売ってます。そんなに高級なマシンではないです。ここもね、タッチパネルじゃないんですよ、これ。グリグリしないとね、グリグリしてボタンを押すタイプなんで、結構めんどくさいと思います。11チャンネルですね。で、実はね、アントプロトコールっていうね、やつですね。フライスカイのね、プロトコルは AFHDS3 っていうのがね、ハイエンドのプロトコルです。NB4 でね、使われてるやつですね。ただですね、アントプロトコルの方が受信機安いんですよ。こんな感じで分かれてるんですけれども。AFHDS3 はですね、大体5000円からですね、受信機が。アントはですね、2000円、1500円ぐらいからかな。こっちの方はですね、ほぼほぼですね、なんかのバンドルですよね。RTR に付属しているもののバンドルの受信機かな。アントなんで、やっぱり安いってことですね。その辺考えるといいなと思うんですけれども、このプロポね、技的はないです。フライスカイはね、NB4 とかは競争が販売しているんで、製造時にね、もうメーカーが技的取得して、プロポ自体にね、刻印してるんですよ、技的番号とかマークを。これはね、今のところないですね。多分今後ね、どっかのメーカーが販売するとかならない限り、技的はないかな。ちょっと残念ですね。で、ラーロ。これね、7分の1スケールの大きなグラディエーターですね。昨年のちょうど今の時期に、ラーロ7分の1スケールのラングラーですね。これを発売しました。それがですね、ラーロの初めてのクローラーですね。ラーロはもともとね、中国のメーカーですけれども、スピード系のね、マシン、オンロードマシンみたいなのね、出してましたね。スピード競技みたいな、最高何キロ出るかみたいな、それ系のやつ出してました。それが、クローラー部門を参入して、ちょうど1年経って、このグラディエーター出してきましたね。グラディエーターなんでね、全長805です。80センチですね。ホイールベース、500ミリですよ。やばいですね。それでね、これね、コンセプト的には、結構スケール系のカスタムパーツがですね、付属してるんです。初めから。こういう、キャノピーベッドとか椅子とかね。これ結構面白いですよね。あんまりこういうのを初めから RTR の段階で付属させてくるのは、アメリカ系にはないですね。中国系でたまにあるかな。で、ちょっと微妙なのは、この辺はオリジナルのパーツなんで、スケール系でライセンス系を求める人には、それどこの、あれなのって、キャノピーベッドなのとか、
結構その辺はあります。でもちろんこれもですね、ライセンスグラディエーターのライセンスボディじゃないんですよね。その辺がですね、ジープ系はですね、ちょっと前にね、この JL とか、JK とかじゃないんですけど、ちょっと古いラングラーとかは、ライセンスないやつがですね、ちょっと規制を食らって発売停止になったこととか、中国のメーカーでいくつかあったんで、その辺がね、あんまメジャーなメーカーじゃないんで、目つけられないかもしれないですけど、その辺がね、ちょっと心配ですね、これね。ホビープラスの CR18P、バージョン3ですね。18分の1スケールっていうと TRX4M とかですね、FCX18 とか、SCX24 のね、24分の1スケールよりも、やっぱちょっと大きくてですね、遊びがいのあるマシンってことでね、結構人気のあるカテゴリーなんですけれども、こういう製品、中国系のね、あんまり有名じゃないメーカーの製品で結構出てますよね。でもこのね、ホビープラスのね、この CR18 か、これもね、前からあるんですよ。フーリーテックとかで OEM で生産されたりとか、なんかちょっとカスタムされて出たりとかっていうのもあったベースなんですけれども、今度ね、バージョン3になって、これかなり買いかなと思います。ボディもね、これ、バンキッシュのね、スカウト2インスピレーション、ボディのインスピレーションみたいな感じかな。これがスカウト2ですけれども、レッドキャットジェネット。やっぱちょっと違うでしょ。かっこいいですよね。で、何がいいってシャーシなんですよ。これね、まず LCG シャーシですね。で、メカ ESC、受信機がありますよね。そう、これ受信機と ESC がね、別体型なんですね。この手のスモールスケールって、受信機と ESC 一体型になってて、どっちか交換しようと思うと両方交換しなきゃいけないってなっちゃうんですけれども、これ受信機だけ交換するってことができます。その辺はかなりいいと思います。そしてブラシレスモーターですね。これがどのぐらいのクオリティのものかわからないですけど、なんとなくいい感じがします。悪くないもののような気がするんですよね。海外のレビュアーの人とかの動画見ててもなんかそんな悪くない感じですね。で、アンダードライブが 27% ってことで、これもね、他のメーカーの仕様にはないですよね。RTR でアンダードライブ 27% って結構特殊ですよ。これだから考えるにやっぱ結構ハードなクローリングを想定して作られた、マシンという感じがしますね。ブラシレスのもね、アウトランナーがついてるとことかもね、結構コアなファン向けかな。で、ボディ違いのこういうのもあります。でも、販売先がね、ちょっとね、まだね、あんまりね、広くないです。アリエクとかでも売ってないんですよね。ちなみにホビープラスは中国のメーカーなんですけれども、ホビー、ダイレクトだっけ、ヘリダイレクトかっていう、なんかアメリカのメーカー、ショップかな、アメリカのショップがヘリコプター系のね、販売している。そこが多分代理店になってて、なんかその辺がですね、多分開発にちょっと関わってんじゃないかなっていう気がなんとなくします。そういうケース、結構僕の、あくまでも想像なんですけれども、結構このクローラー業界あって、中国のメーカーだけど、これはっていうのは、やっぱりアメリカに大きな代理店があって、なんかそこの人たちのやっぱ実践を戦ってきた本場の人の意見が反映されてるなっていうクオリティのもの。これそんな感じがするんですよ。このデザインとかも含めて。やっぱりね、中国系の企業だけの中で完結してるものって、見た目はいいけど、シャーシの部分の走りの部分が、それで出してきたかみたいなことありそうな感じがするんで、これはね、そんなことなくてね、すごくね、良さそうな感じしますね。最後にね、これですよね。ロッシの10分の1スケールのダートオーバルスプリントか。もちろんですね、チーム GFRP とかのですね、本格的なですね、キットとは違います。あっちはどっちかっていうと LCG の本当ね、もうシャーシから組むようなハイエンド系のスプリントカーですよね。で、あと、アソシのね、RC10 とか、あの辺からコンバージョンするタイプのシャーシとかもあるんですけれども、これはね、RTR なんで、その辺のものと比べたらもちろん、多分クオリティは違うのかもしれません。
いやでもね、逆にこのやっぱね大手メーカーの RTR だからこその、クオリティっていうのは高い部分はあると思います。サイズはこんな感じですね。肉です。高リンク度の肉でですね、これウイング取っ払ってね、こういうちょっとカテゴリー違いのですね、クラス違いのレースに参加することもできます。で、これ価格がですね、なんとね349ドル99円なんですよ。なんかすげえ安く感じません？アキシャルとかね、トラクサスとかあの辺のね、550ドル超えとかのね、製品見てると、349ドル99で、キットじゃん、キットの価格じゃんと思うんですけれども、これだったらなんかね、買ってもいいかなってちょっと思っちゃいますよね。で、いいのがね、やっぱり、ロッシなんで、こういうね、パーツですよね。アフターパーツが、いっぱいある点、あと今後も出てくる点、社外パーツとかもきっと出てくる。で、その辺がね、やっぱね、一層ですね、盛り上がりに、後押しする。盛り上がりを後押しする。そんな感じがしませんか？ということでね、ちょっとね、これ欲しいなと思うんですけど、日本でね、コースないからね、ダートオーバル。どっかわざわざ行けばあんのかもしれないけど、その辺ですよね。やっぱフィールドですよ。フィールドって大事だからね。クローラーでも結構フィールド、東京に住んでるとね、なかったりするんで、あれですけども、でも、クローラーってね、どこでも遊べるんでね、やっぱいいですよね。それ考えるとね、ちょっとね、欲しいけれども、ほとんど盆栽化しそうな気はするんで、迷うところです。ということでですね、今回こんな感じでね、ちょっと長くなりましたけれども、週刊 RC クローラー、月間3月号って感じですかね、終わります。春になってですね、いろんな気持ちがあると思います。僕はね、年取ったせいかね、ちょっとワクワクしてきました。やっぱりいい季節、天気が続くとね、いいなって思います。昔はでもね、春ってね、ちょっと憂鬱になる季節でした。皆さんもね、それぞれだと思いますが、あまりね、無理をせずに、心をね、穏やかに、休息が必要な時は休んで、マイペースでね、やっていきましょう、お互いに。ということで、それではまたね、次回までさようなら。